日経平均はなんとこの続伸強い動きです。また今日も 1.66% 上昇。特にドル円の影響が今日クレイジーです。120円台まで行っています。現時点今は11時6分です。3月22日。さてと皆さん今日の日本の相場を一緒に展望していきましょう。日経平均がなんと444点。ちょうど今見ているとき 1.66% と上昇しています。トピックスの方が 1.38% の上昇です。ハンサンが香港が 0.26% の上昇で CSI中国も、マイナス 0.37% です。ASX オーストラリアが 1.22% の上昇。今日原油が強いので、原油の動きで ASX が強い、オーストラリアが強い。ドル円の動きでやっぱり日経平均とトピックスが強いと思います。なぜ強いかというと、ヨーロッパ相場は今日ほとんど動かなかった。アメリカ相場も今日下がっていた。だけど、日本相場が強く動いている。これはほとんどドル円の影響だと思います。で、なんでこれドル円がこういうふうに動いているかというと、パウエル議長が昨晩ニューヨークの相場でスピーチをしたんですね。これからもしかして5月の次の決定会合では 0.5 ポイント、0.25 ポイントが通常なんですけど、0.5 ポイント上げるかもしれないということを示唆していました。なので、こちらの方が円安の方向性のきっかけになっているかなと思います。で、この円安が続くと自動車や機械株、商社株が今高く強く動いています。このドル円の動きは皆さんすごいです。しかも今のドル円の動きはそろそろ RSI が限界になるのではないかなと思います。なぜこう思うのか。今のドル円を今見てると皆さんこのチャートがまず日足の RSI で一緒に見ていきたいと思います。日足の RSI だと今が 89.71 です。この数年間ではこれより上だったのが1回もないです。はい。1回もないです。この2年、2、3年ぐらいで見ると。かなり過大評価されています。もちろんもっといけるかもしれないけど、統計的に見ると、可能性的には今ドル円を買う、円安に投資をするというのは非常にリスクが高いところかと思います。チャートをもう少し皆さんご覧になってください。特に今はこの5日の平均からまた1日2日離れています。しかも5日の平均だけではなく、もう一つがこの10日の平均も見てみると、10日からものすごく離れています。10日の平均からこれ10日間ずっと離れていますね。過去も見てみると、こちらの方を例えば皆さん、ここは1月の初めですけど、13で14日目にまた10日の平均まで戻りました。なのでもしかして過去の統計を見るとしたら、この4日間以内になんと10日の平均といったらこれは119円まで下がる可能性、もしかして 118.5 まで下がる可能性も一応あるので気をつけるべきかなと思います。話を続きましょう。今日の業種別ランキング、日本の株を見ていきましょう。今日は保険業が強かった 4.73%、 本当に強いです。銀行株も強い。本当に強いですね。日本の銀行株は。はい。まだ銀行株持ってますよ。はい。で、ここはやっぱりアメリカのイールドが上昇していて、銀行株は実はドル円と今すごく相関してるんですね。なのでドル円が円が安くなるたびにこの銀行株の影響がだんだん強くなっている。本当に面白いですね。昔はドル円と銀行株って言ったら何を言ってるの？そんな関係ないはずだ。ドル円はアメリカのイールドと一緒に動くんですね。なのでこの相関係数を見ると、ドル円を基礎にして、アメリカの10年国債のイールド、やっぱり今の相関係数は 87% ぐらい程度なので、これがやっぱり影響として、銀行株はイールドが上がると利ざやが上がるので、その影響かなと思います。あとは今日は鉱山強株も 9% 上昇。Oh my god。原油株も 3.28% 上昇。機械株もやっぱり強いですね。ドル円の影響が見えます。今日下がっているところを見ると、やっぱり航空株、原油がまた上がりましたので、その影響もあるかなと思います。海運業株も今日下がっています。日本株の動き、強いですね、これ。日経平均が一気に RSI が今72まで行きました。ほんの2週間前に RSI が20だった。20からここが74、つまり過小評価から過大評価までにたった2週間でこの RSI が動くのはすごく異例だと思います。大体数週間か数ヶ月間はかかるんですね。これをたった2週間で21から74まですっごい動きですね、この日経平均。しかも今の日経平均を見て、この50日の平均も突破してる。次が100日だよね、おそらくこれですよね、100日。
わお、すっごいペースで今上昇してます。それと比べて、マザーズがどうしてもここ上がってないんですね。だけど、マザーズの動きを見て、やっぱり、10年国債の金利が上昇すると、これは重荷になっていると思いますね。やっぱりお金を借りるのがだんだん難しくなり、マザーズの特に上場企業は、大半がやっぱり赤字が多いんですね。上場したばかりの企業は。なので、そちらの影響もまだ、あるかなと思います。午前中の相場を見ると、そうですね、特に銀行株を見てください。三菱の方が今日 5% と大きくと上昇してます。日本株の方もここはこれから配当金が払われることも影響があると思うので、そこも後で皆さん別のビデオで解説をしていきたいと思います。あとは特に日本株はやっぱりドル円ですね。気をつけるべきだと思います。今日の動きは特にちょっとこれからドル円も少し行き過ぎだと思うので、ドル円を取引している人たち、短期投資は少しだけ今は気をつけるべきだと思います。